はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。大人気のお肉を柔らかくする企画です。コメントでも多かったので、今日は玉ねぎを使ってお肉を柔らかくします。なんとなく玉ねぎがお肉を柔らかくするって話は聞いたことあったので、実際にどうなのか検証してみます。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのは赤身の多めなサーロインです。このサーロインを玉ねぎに漬け込んで柔らかくなるのか検証します。今回も何もしないお肉1時間、3時間、6時間、12時間、24時間漬け込んだお肉を比べてみます。あとはこの玉ねぎを使います。玉ねぎは皆さんも一度は食べたことある野菜ですよね。世界中で使われている野菜の一つです。原産は中央アジアと言われています。そこから中東に持ち込まれて世界中に一気に広まったそうです。日本には玉ねぎが入ってきたのは明治初期の頃です。意外と最近になって玉ねぎが入ってきたことに驚きます。現在日本で玉ねぎの生産量1位は北海道で、日本の生産量の半分以上を生産しています。ちなみに2位は佐賀県だそうです。あまり佐賀に玉ねぎのイメージがなかったので、ちょっとこれも驚きました。まずは玉ねぎの皮を剥いてフードプロセッサーに入れやすい大きさにカットします。カットできたらフードプロセッサーで細かくします。それではこのお肉が玉ねぎに漬け込むと柔らかくなるのか検証していきます。玉ねぎが肉全体にしっかりと絡むようにします。ジップ式の袋に肉を入れて、すりおろした玉ねぎを入れて空気を抜いて封をします。入れ終わるとこんな感じです。ではこれを規定の時間冷蔵庫で寝かせて検証します。時間が来たので、まずは1時間のものを袋から出して水で玉ねぎを洗い流します。全体の色が少し変わりました。他にそこまでの違いはありません。次は3時間のものです。1時間のものに比べるとより色が変わって肉がほぐれてきました。次は6時間です。どんどん色が薄くなっています。油の部分がほぐれてだらーんとしてきました。次は12時間です。色はまたさらに薄くなって灰色っぽくなっています。全体的にボロボロになってきました。最後は24時間です。もうボロボロです。色はほぼ灰色に近いです。何もしていないお肉と比べるとその差は歴然です。それでは塩と胡椒で下味をつけて焼いて食べてみましょう。バターを敷いてお肉を焼きます。焼き上がったらカットします。今日は普通に焼いて食べるだけだと寂しいので、検証後はシャリアピンステーキ風で食べてみます。シャリアピンステーキとは帝国ホテルの料理長が考案した玉ねぎのみじん切りに漬け込んでお肉を柔らかくする料理方法です。1936年オペラ歌手のヒョードル・シャリアピンの要望で作られた日本のステーキ料理です。フライパンにバターを引いて漬け込んで余った玉ねぎを炒めます。全体の色が変わってきたら一度火を止めます。お肉を焼き終わった後の鉄板で再度玉ねぎを炒めます。こうすることでソースに肉の旨味がプラスされてさらに美味しくなります。醤油、酢、砂糖、おろしにんにく、胡椒を振ってソースの完成です。それでは早速食べて検証してみましょう。いただきます。まずは何もしていないお肉から。今回オーストラリア産のサーロインなので、日本のサーロインなどに比べると少し硬めの肉質をしています。1時間のお肉を食べています。色は変わってしまいましたが、そこまで柔らかさは変わっていません。肉自体に玉ねぎの風味をほんのり感じます。この匂い自体は全く嫌な感じはありません。3時間のお肉を食べています。若干柔らかくなった気がします。1時間より玉ねぎの風味がついています。この匂いは個人差あると思いますが、自分的には嫌じゃないです。このまま肉だけ食べると玉ねぎ感ありますが、ソースとかかけるなら気にならないと思います。6時間のお肉を食べてみます。ほとんど3時間との違いが感じられません。12時間のお肉を食べてみます。ここまでつけると一気に柔らかくなります。6時間までとは全く違います。玉ねぎの匂いもありますが、この匂いも肉の臭みを消すと考えたら結構使えるかもしれません。煮込んだりするなら漬け込んでおくのも正解かもしれませんね。24時間のお肉を食べてみます。若干12時間より柔らかい気がします。ここまで来るとスカスカな感じもします。肉の旨味が逃げちゃったような物足りなさがありますね。個人的には12時間が一番美味しいです。夜使うなら朝漬け込んでおくとか、朝使うなら前の晩に漬け込んでおくとかするのはいいかもしれません。ちなみに玉ねぎに漬け込むとお肉が柔らかくなるのは玉ねぎのタンパク分解酵素の働きで、タンパク質をアミノ酸に分解する手助けをするからだそうです。せっかくなのでさっき作ったソースをかけて食べてみましょう。お肉とめちゃくちゃよく合います。玉ねぎの匂いも全く気になりません。これは完全に
ご飯が欲しいやつです。ご飯を持ってきました。お肉を乗せてソースをたっぷりかければシャリアピンステーキ丼の完成です。もうこんなのうまいに決まってますよね。これじゃご飯足りないくらいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。玉ねぎ実験いかがでしたか？玉ねぎだと料理にも使いやすいので、使い方次第で色々工夫ができそうです。自分たちは群馬県前橋市でホルモンしまったというホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際は色々探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。